屋敷市のもう茨城を代表する、寿司屋さんでございます。寿司小野さんでございます。ね、よろしくお願いします。お願いします。それでは親方ご挨拶を一つお願いします。稲敷市の江戸崎というところから来ました寿司小野でございます。今日はもう時間を許す限り楽しく、やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。すごい存在感ありますね、このアート。おしゃれな背景似合いますね。またお店でやるときとかはまたちょっと雰囲気が違う。はい。温まる。美味しい。これ笠間ですよね。全部笠間山ですね。おでかっ。じゃあ結構じゃあこれも結構しっかり面白いんで、今日は小野さんはほとんど笠間焼きなんですよ。はいはい。さっきその特徴がないっておっしゃったじゃないですか、はい、そこはもう作家さん要は、笠間で作ってれば笠間で焼いてればもう笠間焼きっていう感じですね。だからかなりその笠間焼きとはこうであるというよりはその職人さんの、はい、作家さんのなんですかインスピレーションで、はい、もうどんな土使おうがどんな焼き方しようが笠間で焼いてれば笠間焼きっていう感じ。手作業で作るお酒と機械で作るお酒、はい、毎年同じ味になるのはどっちだと思いますか？普通に考えたら機械そうですよね。ですよね、はい。逆なんですよ。なんでですか？お寿司屋さんと同じなんですけど、シャリ、はい、毎日何日刈り取ってから何日経ったか、今年の米は硬かったか柔らかったか、魚沼産のコシヒカリいたとしても毎年違うじゃないですか、はい、それから刈り取ってから1週間刈り取ってから3ヶ月の米って違うじゃないですか、はい、で毎日の湿度や温度違うじゃないですか、はい、違う条件の中で同じ味を作るためには技を変えるから同じ味ができるんですよ。僕らも全く一緒で、その時のその日の米の状態に合わせて水分を変えたり発酵温度を変えたり、それからその養分の発酵経過を変えていって、はい、初めて同じ味ができるんですよ。うわ北海道のヒラメですけど輪郭がしっかりある食感。噛むとすごいソフトで柔らかい。なんでこんなねっとりしてるんですか？寝かせてるんですか？寝かせるとの3日します。当日よりも全然もうねっとり感が変わってくる。うわ、味濃い。結構食感しっかり。これはね、今日で5日ぐらい経ちます。でもどんどん回ってきますね、油が。これさ、醤油を使い分けてますね。こちらが油っぽい。こちらちょっとあっさり系の油がないんですけど、白身とか書いてます。
強いね、香りが強い。酒でもいいし、昆布系の香りが。はい、噛んでいきます。漬けてるのって5分くらい。まあそうですね、3分から5分ぐらい。ほんのりほんのり。そうですね。ギュッギュッてしてないというか、締まりすぎてないっていうか、締まりすぎてない、はい、食べやすい。すごい油余韻がすごい。井戸なんですね、はい、でここ笠間市稲田って今日本で一番御影石っていう石を取ってる町で、あれがそのうちの近所の石切り場なんですけど、この御影石から染み出てきた水を使って酒を作るっていうのがうちの特徴というか、まあそれがいいということでうちの祖先は酒造りを始めたっていうような。宙に浮いてるみたいな。ふわふわですね。炙りホッキ貝。うわ、うまそう。勇ましい頃。相当濃厚でクリーミーなのにシャリと海苔が溶けていく。うまい。時代と変わらない手作業でやってるのと、あとうちの特色は、お米も全部自分たちで作ります。米自分たちで作って、酒自分たちで作って、で近所の酒屋に売って、で近所の飲み屋で自分たちで飲むという、いわゆる地産地消ではない。地産地消です。地産地消。自分で産んで自分で消してるって。なるほどなるほどなるほど。セルフでセルフで。これ天ぷらなんですか？天ぷらなんです。でもなんかちょっとよく見ると、いわゆる天ぷらとはちょっと衣が秘密があるんですか？衣もまあちょっと薄衣で、でね、じっくり揚げるんですよ。じっくり揚げる。じっくり揚げる。中の水分をちょっと飛ばすぐらいにしてじっくり。だからね、こういつものやつだとなんかパリパリ。それがね、天ぷらさんみたいに中がレアでみたいな。ちょっと逆に合わないですよ。完全に。結構しっかり火が通ってる。しっかり揚げないと。本当にうまい。うまいや、やりすぎ。い。やっぱりうまい。やりすぎだよ。寿司小野のノドグロ天ぷら。これ海苔に柚子胡椒入ってます。ですよね。柚子胡椒です。柚子胡椒です。
スパイシーからの稲里のぬる感。これね、新潟の親知らず海岸っていう天然の水なんですよ。粘りがすごいんですよ。もちろん全部ね、いろんなネタ好きだと思うんですけど、愛があると思うんですけど、小野さん食べるとしたら何のネタが好きなんですか？やっぱり光り物系がやっぱりお肌とかね。へえ。アジイワシとか。あ今日ないけどね。あ。今日味ないですね。これハマグリはハマグリは鹿島です。地元。鹿島。はい。うわ、重い。立派なハマグリだ。クジラも一応通年取れるというか。数年ありますね、クジラはね。まあその種類がちょっと変わったりはするけどね。今日何クジラ？今日はねこれ煮谷クジラの赤身。赤身だけどちょっと少し若干脂が乗ってるところかな。マグロでいう血合い岸みたいな。そうだね。改めて何が入ってるんですか？芝エビのかんぴょう、しいたけ、卵、もろきゅう。モロキュー。はい。わあ、味噌汁。つみれの味噌汁。これはですね、イワシ、北海道のイワシなんですよ。今日ネタで出てないイワシを味噌汁で。北海道のイワシです。月もラベルいくつかありますか？これだけですか？そう。あ、これだけ。これって季節のあれですか？それ夏のですよね。手前側に置いてた。夏至の日から出荷になったん本当にその米の出来具合ってその年の天候とかによって変わるんですよね。でもそれも人のヒューマンメイドだから。そうだから例えばだけど、栄養がいっぱいある年は、そのあまりこう菌糸を張らないような麹を作るし、逆にエネルギーが少ない年の米はぎゅーっと中まで菌糸を生やした麹にしていくことで毎年同じだけの糖分を取り出すことができる。だからやっぱりなんていうんだかな、マニュアル化できないっていうか。そうでもその制約の中でなるべく再現していくっていう。いや面白いっていうかすごいなやっぱ。それでここの施設の名前が日本酒文化長屋磯倉っていうのは、食と器と酒とっていうののこうセットで、日本酒文化を提案していこうっていうようなね。で文化って日本ではこう伝統をこう継承するもんだみたいに言われてるじゃないですか、でも実は僕らが作ったっていいわけですよ。なるほど。今僕らが生きてる僕らが変化させてってもいいし、新しく作ってもいいので、そういうことができる場
場所になるといいなっていうような思いもありまして、まあ、日本食文化施設っていう名前。いやでも東京から今1時間半ぐらい電車乗ってきて、こんな素敵なもうエントランスからしてすごくラグジュアリーな感じで、いや新しく作ったものほとんどなくて、あ、そうなんですね。リノベーション。あったものっていうか、だから大正時代のものなんですけど、大正時代の方がかっこいいんですよ。なるほど。すごいのいけてますね。